待ち合わせの時間より少し早く着いちゃったな。みんなもう来てるかな。じゃあ本当にプロになったんだな。もうねさっきからそう言ってるじゃん。ていうか前に契約書もらったって話も聞いたでしょ。あ、そうだったな。ごめん、ついはしゃいじゃって。それだけレンも嬉しいってことよね。このまま順調にいけばデビューも近いって言うし、楽しみだね。本当、すごいな、みんな。ありがとうございます。みんなもう来てたんだね。あ、いちかちゃん。今ね、この間事務所に行って契約した時の話をしてたんだよ。よかったね。いちかたちの夢に一歩近づけて。きっといちかたちがずっと頑張ってきたからだね。本当におめでとう。ありがとうミク。でもそれができたのはミクたちのおかげだよ。私たちの？実はさっき吉崎さんに会ってね。そっか。お兄さんも花乃ちゃんもまた会えることになったんだね。それで思ったんだ。私たちは花乃ちゃんやお兄さんみたいなファンの人たち、それにバンドを通して出会った人や友達、ミクたち、本当にたくさんの人たちのおかげでここまで来れたんだなって。いちか、私たちのおかげって言ってたのはそういうことだったんだね。それでちょっと考えてたんだ。お世話になった人たちに何かお礼ができないかなって。お礼か。確かにいいかもね。私たちみんなにお世話になりっぱなしだもんね。でも何がいいのかな。やっぱり音楽じゃないかな。感謝の思いを伝えるなら歌と演奏で伝えるのがレオニードらしいと思う。確かにバンドのことのお礼をするならやっぱり音楽で返すのが一番だよね。そうだね。それが一番いいと思う。そうなるとやっぱりやることといえばもちろんライブしかないよ。そうだね。みんなに私たちの演奏で感謝を伝えよう。それじゃあライブをしてもいいか進藤さんに確認しようか。そっか。もう事務所に所属してるんだから今までみたいに自分たちの好きなタイミングでライブをやるってわけにはいかないよね。また忙しくなりそうだね。頑張ってみんな。なるほど。事情は分かりました。今まで応援してくれた人たちのためにライブをしたいということですね。はい。少しでも感謝の気持ちを届けたくて。どうでしょうか。契約を交わした以上
もう自分たちの好きなことだけやっていればいいわけではないということは分かってます。けど、どうしてもやりたいんです。今はこれから皆さんをどう売り出していくのか考えていく大事な時期です。具体的な内容もまだ決まっていない。そんな時にライブをするのは今後の活動方針にも影響がありますし、正直もろ手を挙げて賛成とは言えません。それはでも私たちやっぱりまあとはいえライブをやる動機もしっかりしてる。そう堅苦しいことを言わなくてもいいでしょう。それにプロとして活動する前に皆さんの中で区切りをつけるのはいいと思いますしね。それって開催していただいて構いませんよ。社長に小言をもらうかもしれませんが、まあ契約前から決まってたとかなんとかうまいこと言っときます。進藤さん、ありがとうございます。ライブ俺も楽しみにしてます。それではまた。やったー、これでライブができるね。大変なのはこれからだよ。前のワンマンの時みたいにやらなきゃいけないことはたくさんあるんだから。でも一度経験したことだし、前よりはスムーズにできそう。よーし、みんなに感謝を伝えるライブ、うまくいくように頑張ろう。おー。レオニーとショ君、集まってくれて感謝するぞ。早速だが感謝ライブ進捗会議を開始する。いや、何そのノリ。それじゃあまずは私から瀬戸りを考えてきたんだけど。予約サイトもチラシも大丈夫そうだね。瀬戸りも決まったね。前のワンマンの時よりも多い10曲になっちゃったけど。でもどれも入れたい曲だし流れ的にも必要だと思う。じゃあもっとスタミナつけてちゃんとこなせるようにしないとね。だね。あとは箱と日程か。そのことなんだけど、ちょっと相談があるんだ。どうしたの？会場はいつもお世話になってるしほちゃんのバイト先のライブハウスがいいかなって思ってたんだけど、昨日、進藤さんから連絡があったんだ。どうも。急に電話してしまいすみません。実はこの間お話のあったライブのことで少し提案がありまして。提案ですか？ええ。ライブの開催場所がまだ決まっていないならいい会場を紹介できそうなんです。今サイトの URL を送ります。はい。ここって確かレオニードの皆さんが初めて観客の前でライブをしたのがこの場所だったとか。スタンドアウトさんの前座だったそうですが。
どうやら他にライブをやる予定だったバンドが急遽取りやめになったとかで、代わりのバンドを探しているらしいんです。今なら俺の方から口添えもして安く借りられると思います。本当ですか？初めて私たちがライブをしたあの会場でもう一度ライブができる。でも今の私たちじゃあの会場はまだ。もちろん今の皆さんではこのステージを満員の観客で埋めることは難しいでしょうが、それでもこれからプロになる皆さんにとって大きなステージでやりきったという経験は必ず糧になると思いますよ。将来のことを考えればいい経験だと思うので、ラッキーだと思ってやってみるのはどうでしょう。まあどうするかは皆さんにお任せします。4人で話し合って後で返事をください。はい。ありがとうございました。あの時の場所で。まさか、あそこでやれるなんて。初ライブをして、しほちゃんと一緒にプロになろうって約束した場所だもんね。うん。みんなはどうしたい？私はやってみたいって思うんだ。ほなみ。私は、あの時は初めてのライブで、とにかく無我夢中で歌ってた。音楽で志保の気持ちに応えるために、志保と一緒にプロを目指す覚悟があるよって伝えるために。けど、演奏技術はまだまだで、きっとお客さんにとってはあんまりいい演奏じゃなかったと思う。でも、今の私たちなら、もっといい演奏ができる。お客さんの心に響く演奏が、なら。もう一度、あの場所でできるなら、やってみたいな。そうだね。あの時とは違う。私たちの音楽をあの場所に響かせよう。それにプロになるならこれからもっと大きなステージに立つことだってきっとあるよね。ならこんなところで怖がってなんていられないよ。それじゃあ決まりだね。あの場所で今の私たちにできる最高のライブをやろう。あれあれ、だけどこの会場でやると流星群の人重なっちゃわない？本当だ。でも大丈夫じゃないかな。流星群は何日か見れるし、それに一番綺麗に見えるのはライブの数日後だから。じゃあライブを成功させてその日にみんなで見に行こうか。よーし、みんなで最高の流星群が見れるように頑張ろうね。